こんにちは。今回はこちら、くまちゃんのボトルホルダーを編んでいきます。今回はこちらの 3COINS のコットン糸で編んでいきます。くまちゃんのところは1玉で編めるので、たくさん編んでみました。1玉は約 10g で、かぎ針は4号になっています。サイズの方は横が約7センチで、縦は約 6.2 センチです。500ミリのペットボトルにもぴったりサイズです。よかったら編んでみてください。それから前回のこちらの本に掲載されたお知らせ動画では、たくさんの方から温かいコメントをいただきまして、本当にありがとうございました。ご自分のことのように喜んでくださり、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。また編み物動画をお届けしていきますので、これからもよろしくお願いいたします。ではこちらのピンクの糸で編んでいきます。今回は5号で編んでいきます。あとマーカーと手芸ボンドも使用しました。ではこんな感じの円に近い楕円を1、2、3と3段編んでいきます。今回もコメント欄にタイムスタンプを貼り付けていますので、編みたいところに飛ばして編んでいただけます。では最初の作り目を作って、作り目の鎖編みを3目編んでいきます。1、2、3。そしたらこの3つ目の鎖の下半目にマーカーをつけておきます。次の1段目はこの両端の鎖編みに長編みを6目ずつ入れて編んでいきます。最初は長編みを3目編んで、そしてぐるっと1周編んだら残りの長編みを3目編んでつなぎます。では編んでいきます。まず立ち上がりの鎖編みを3目編みます。1、2、3。これは長編み1つ分ですね。この3つ目の鎖のところにマーカーをつけてぐるっと1周編んだらここにつなぎます。針に糸をかけて、ここのマーカーのところですね、この下1本のところに針を入れて、残りの長編みをあと2つ編んでいきます。1、2。これで端の鎖に長編みが1、2、3と3目入りましたね。そしたら針に糸をかけて、次の真ん中の鎖、ここの同じところですね、下1本に針を入れて、ここは長編みを1つ。次はまた端のところですね、ここに長編みを6目編んでいきます。針に糸をかけて、下1本に針を入れて、1つ目の長編み、ここの長編みの頭にマーカーをつけておきます。次の段はここから増し目のスタートになります。続いて編んでいきます。針に糸をかけて、ここですね、下1本に針を入れて、2つ目、3、4、5、6。こんな感じですね。そしたら針に糸をかけて、今ここに入ってますね、
次はここの糸ですね。ここの鎖の残った1本。ここを拾って、この糸端を手前の方に持ってきて、編みくるみながら、ここは長編みを1つ編みます。そしたら今度はここのピンクのマーカーのところですね。ここに残りの長編みをあと3目編んでいきます。ここですね。針に糸をかけて、ここの目に針を入れて、糸端を手前に持ってきて、編みくるみながら3目編んでいきます。1、2、3。そしたらここの最初のところ、1、2、3、1つ目ですね。ここも次の段、ここから増し目のスタートになるので、ここにもマーカーをつけておきます。そしたら糸端は向こうの方に持っていって、これで1周なので、ここの最初の鎖3目の3目目。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。これで1周ですね。では2段目ですね。この段はまず最初の1、2、3。ここにそれぞれ長編みを2目ずつ編んで増し目をします。あと増し目のスタートのところ。ここからは6回。ここからは3回。という感じで増し目をしていきます。では編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。これは長編み1つ分なので、ここの3つ目の鎖にマーカーをつけて、1周編んだらここに引き抜きます。針に糸をかけて、下の段の鎖3目の3目目、最後に引き抜いたところですね。ここに針を入れて、長編み。これで下の段の鎖3目のところに長編みが1、2ということですね。そしたら針に糸をかけて、次の長編みの頭。ここですね。ここに針を入れて増し目を編んでいきます。1、同じところに針を入れて、もう一つ。針に糸をかけて、次の長編みの頭。ここに針を入れて、2つ編んでいきます。1、2。こんな感じですね。そしたら針に糸をかけて、次の長編み。ここですね。ここは増減なく1つだけ編んでいきます。1つ。そしたら次から増し目ですね。ここから6回ほど増し目をしていきます。針に糸をかけて、ここのマーカーのついてたところから頭に針を入れて、1、同じところにもう一つ。そしたらこちらの1つ目の長編みの頭にマーカーをつけておきます。次の段、ここから増し目のスタートになります。次のところが2回目ですね。2回目の増し目。次は3回目。次は4回目。次は5回目。次が最後6回目ですね。こんな感じです。そしたら次のところは増減なしの1つだけ編んでいきます。そしたら次から1、2、3と増し目をしていきます。針に糸をかけて、このマーカーのついてたところですね。
こから増し目をしていきます。1回目の増し目。そしたらこちらの1つ目の長編みの頭のところにマーカーをつけて、また次の段、ここから増し目をしていきます。次のところにも増し目。次が最後ですね。ここも増し目。これで1周ですね。そしたらここの鎖3目の3目目。ここに針を入れて、引き抜いて、引き締めておきます。では3段目ですね。この段の増し目のパターンは、増し目、次の目で長編みを1つで編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。3つ目の鎖にマーカーをつけておきます。針に糸をかけて、さっきと同じように下の段の鎖3目の3目目、最後に引き抜いたところに針を入れて、長編みをもう一つ編んでおきます。これで増し目ですね。針に糸をかけたら次のところ、次の長編みの頭を拾って、ここは長編みを1つ。このパターンをあと2回編んでいきます。針に糸をかけて、次の長編みは増し目、次は1つ。これを続けて編んでいきます。ここは増し目、次は1つ、次は増し目、次は1つ、そしたら次も1つ編んでおきます。では次のところから増し目ですね。ここからパターンを6回編んでいきます。ここからまず増し目、次は1つ、次は増し目、次は1つ。こんな感じで編んでいきます。これで増し目のパターンを6回編んできました。そしたら次のところは増減なしの1つ編んでおきます。そしたら次からまた増し目ですね。ここから増し目のパターンを3回編んでいきます。増し目1つ、増し目1つ、増し目1つという感じで編んでいきます。ここは増し目、次は1つ、こんな感じで編んでいきます。増し目1つ、増し目、ここが最後ですね。ここは1つ、これで1周ですね。そしたらここのマーカーのところ、鎖3目の3目目、ここに針を入れて引き抜いて引き締めておきます。では4段目で耳を編んでいきます。
まず3回引き抜き編みを編んでいきます。今ここの鎖3目の3目目のところに目がありますね。なのでその次のところ、次の長編みの頭、ここから引き抜いていきます。1、2、3。そしたら次と次のところで耳を編んでいきます。まず中長編みを1目編んでいきます。針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れて、糸を持ってきて中長編み、同じところに長編みを3目編んでいきます。かけて1、2、3、耳の半分ですね。そしたら次のところにこの逆の編み方で編んでいきます。まず長編みを3目編んでいきます。1、2、3。そして中長編みを1つ編みます。そしたら次のところに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。こんな感じですね。そしたらここから4回引き抜き編みをしていきます。次のところに針を入れて1、2、3、4。ここからぶら下げる時用のループを編んでいきます。まず小さい方のループを編んでいきます。今回は鎖斜めで編んでいこうと思います。1、2、3、4、5、6、7。斜め編んだら足元の同じところ、ここですね。ここに針を入れて引き抜きます。こんな感じのループですね。そしたらここから3回引き抜いていきます。次のところからですね。ここから1、2、3。そしたら次と次でまた耳を編んでいきます。こちらと同じように編んでいきます。針に糸をかけて、次の長編みの頭に針を入れて、まず中長編みを1つ、そして長編みを3目編んでいきます。同じところに1、2、3。次のところにこの逆で編んでいきます。まず長編みを3目ですね。1、2、3。そして最後に中長編みを1つ。そしたら次のところに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。こんな感じですね。ではここで糸をカットして引き抜きます。糸始末しておきます。では長いループにして同じものをもう1枚編んできました。こちらの方は最初の糸端の方だけ糸始末をしておきます。では2枚をつないでいきますので、必要なところにマーカーをつけていきます。まずこちらの耳の端の中長編みのところから
1、2、3、4、4つ目のところにマーカー。こちらも端の中長編みのところから1、2、3、4、4つ目のところにマーカーをつけておきます。ではここからここに糸を渡して移動していきます。ここのループを少し引き伸ばして、でこちらの糸玉をこのループの中に通します。そして引き締めておきます。そしたらここですね。ここのマーカーのところに針を入れて、でこの糸をこちらに持ってきて、ここからつないでいきます。ここは突っ張らないように、このカーブに沿ってこのぐらいの感じで持ってきておきます。それとここの端の中長編みの頭のここですね。ここの引き抜き編みでできたこの目、ここにもマーカーをつけておきます。こちらも、ここの中長編みのここですね。糸を渡した時のここにもマーカーをつけておきます。ここからここも忘れずに拾って、ぐるっとここを拾って中長編みからここまで閉じていきます。ではこちらの表の方を内側にして閉じていきます。では閉じていきます。このマーカーを外して針を入れて、向こうの糸をこちらに持ってきます。ここから閉じていきます。糸を拾うところはそれぞれ同じ位置の長編みの頭の外側の1本拾って閉じていきます。次の長編みの頭のこちらは手前の1本、向こうは次の長編みの頭の向こうの1本、ここを拾って引き抜き編み、また次の長編みの頭の手前の1本、向こうも次の長編みの頭の向こうの1本、ここを拾って順番に閉じていきます。ここが中長編みのところですね。そしたらここですね。ここのここを針を入れて、こことここですね。ここも引き抜き編み。そしたら続いて長編みの頭の外側の1本拾って閉じていきます。中を見るとこんな感じです。こんな感じで閉じていってください。そしてこことここが同じところですね。こんな感じです。あとはここのマーカーのところまで閉じていきます。
中長編みの頭の外側の1本ですね。そして長編みのところ、で次のところまでですね。でここが最後ですね。ひっくり返すとこんな感じです。では次はネット編みを編んでいくんですけども、ここは負荷のかかるところなので、この辺まで1、2、3、4、5とここまで引き抜き編みで移動していきます。次の頭の向こうですね。同じところを拾って1、2、3、4、そしてここの裏のところですね。ここの2本作って5とここまで移動してきました。ではこんな感じで5箇所にマーカーをつけていきます。まずここと同じぐらいのここですね。耳のすぐ下あたりのところに1箇所。そしてこことここ、耳の下のところですね。同じくらいのところにつけてください。そして下のところにも2箇所、それぞれ均等な間隔になるようにつけてみてください。ではここからネット編みを編んでいきます。で、残りの糸がこのくらい、約 3g なんですけども、ちょっと足りないかもしれないので、色を変えようと思います。こちらの白で編んでいこうと思います。ではここで糸をカットして引き抜きます。ではここの最後の5目目のところですね。ここに針を入れて次の糸を持ってきます。ここからいつも同じなんですけども、今回も細編みと鎖12目で編んでいきます。ではここに細編みから編んでいきます。鎖1つで立ち上がります。同じところに針を入れて糸を持ってきて細編み、そして鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目編んだら次のマーカーのところですね。ここに針を入れて糸を持ってきて細編みで留めておきます。こんな感じですね。そしたらまた鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。そしたら次のマーカーのところですね。ここに針を入れて糸を持ってきて細編み、こんな感じで繰り返し編んでいってください。ではここから1、2、3、4、5と5回編んできました。次、ここが最後の6回目ですね。いつものようにつないでいきます。つなぎ方は毎回一緒です。まず鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら最初の鎖12目、ここを持って今度はこの針に4回糸を巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら最初のここの細編みですね。この
頭に針を入れて糸を持ってきます。そしてこの糸を針先の方に持っていって、針先でキープしたまま2本ずつ引き抜いていきます。かけて2本、かけて2本、かけて2本、2本。で、最後2本になったら、下のここの2本を持って引き抜きます。こんな感じです。では2段目ですね。ここから同じ編み方で必要な段数まで編んでください。まず鎖1つで立ち上がったら、足元のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編み。そしてさっきと同じように鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次のところに針を入れて糸を持ってきて細編み。また鎖を12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12目編んだら次のスペースに針を入れて細編み。こんな感じで編んでいきます。では2段目はここから1、2、3、4、5と5回編んできました。次6回目、さっきと同じようにつないでいきます。ではつないでいきます。まず鎖を5目編んでいきます。1、2、3、4、5。5目編んだら、この段の最初の鎖12目のところを持ちます。そして針に4回糸を巻きつけます。1、2、3、4。4回巻きつけたら、最初の細編みの頭に針を入れて、糸を持ってきます。そして右手の中指でこの糸を針先の方に持っていって、このまま編んでいきます。2本ずつ引き抜いていきます。で、最後2本になったら、下の2本を持って、そして引き抜きます。3段目も同じように、鎖1つで立ち上がったら、細編みから始まって、また鎖12目ですね。同じように編んでいってください。ではここから1、2、3、4、5、6と6段編んできました。では持ち手と縁編みを編んでいきます。ここもいつもと同じように編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、糸を持ってきて細編み。そして持ち手を鎖編みで編んでいきます。今回も鎖編み50目で編んでいきます。1、2、3、4、5。では50目で約22センチ編んできました。ではねじれてないことを確認したら、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて細編みで留めておきます。そして今度は鎖6目で縁を編んでいきます。鎖を1、2、3、4、5、6。6目編んだら次のスペースに針を入れて細編み。もう一度編んでいきます。1、2、3、4、5、6。次のスペースに針を入れて糸を持ってきて細編み。こんな感じですね。そしたら今度はまた持ち手を編んでいきます。鎖を50目編んでいきます。1、2、3、
ではこちらも50目編んできました。ねじれがないことを確認したら、次のスペースに針を入れて、糸を持ってきて、細編み、持ち手ですね。そしてまた鎖6目で縁を編んでいきます。1、2、3、4、5、6。次のスペースに細編み、もう一度編んでいきます。1、2、3、4、5、6。そしたら一周で最初のところに帰ってくるので、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。では縁編みの2段目ですね。では細編みと鎖4目で編んでいきます。鎖1つで立ち上がったら、足元の細編みの頭に針を入れて細編み、そして鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4目編んだら、この持ち手の鎖を拾って糸を持ってきて細編みで留めておきます。これを繰り返し編んでいきます。また鎖を4目編んでいきます。1、2、3、4。4つ編んだら持ち手の鎖を拾って糸を持ってきて細編み。こんな感じでしばらく編んでいきます。では鎖4目をここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、そして10と10回編んできました。そしたらここの次の細編みの頭に針を入れて細編み。こんな感じですね。この鎖4目のところは1模様が5目になりますので、今回鎖編みを50目で編んでるので、50割る5で10ですね。なので、これを10回編んでいます。こんな感じで調整してください。では次は鎖6目のところですね。この下の段と同じように編んでいきます。鎖を1、2、3、4、5、6。6目編んだら次の細編みの頭を拾って細編み。また6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6。次の細編みの頭に針を入れて細編み。そしたらまた持ち手ですね。さっきと同じように鎖4目と細編みで編んでいきます。1、2、3、4。鎖を拾って細編み。こんな感じでさっきと同じように編んでいってください。では持ち手のところ同じように編んできました。そしたらここの鎖6目のところですね。ここも同じように編んでいきます。1、2、3、4、5、6。次の細編みの頭に針を入れて細編み。鎖を1、2、3、4、5、6。6目編んだら1周ですね。ここの細編みの頭に針を入れて引き抜きます。そして糸をカットして引き抜きます。こちらの白い糸は 3g 残りました。では最後の糸端の糸始末は持ち手のところなので、この辺りに何度か糸を通して最後手芸ボンドで固めてしっかりしておこうと思います。そして手芸ボンドで
固めておきます。では完成です。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。